한국이 징용 문제를 먼저 해결해야 한다는 DHC가 만든 구구방송 韓国は竹島を勝手に自分のものにするとみんな喜んで儲かるから尻尾バタバタ植民地なんかしてないっつうの이런 새끼들. 안녕하세요, 오시쿤입니다. 최근 한일 관계가 극악으로 치닫으면서 이해질서랑 엄청난 망언들과 혐한시로 저를 분노케 했는데요. 그러던 중 우연히 아베 총리에 대한 돌직구 개념 발언을 한 야마조의 타쿠 위원 영상을 보게 됐고 직접 만나서 이야기를 나누면 어떨까 인터뷰 요청을 하였습니다. 그런데 마침 일정이 바쁜 가운데 10분 정도 시간이 한다고 해서 직접 만나보기 위해 일본 도쿄로 향했는데요. 야마조의 타쿠 위원은 과연 제가 묻는 돌발 질문에 어떻게 대답할까요? 그럼 지금 바로 확인해보시죠. 렛츠고! ありがとうございます。こんにちは。自己紹介簡単にお願いいたします。日本共産党の参議院議員の山添拓と言います。私は3年前の参議院選挙で初めて当選をさせていただきました。参議院選挙は全国の比例選挙と都道府県ごとの選挙と2つの種類がありますが、私は東京都の選挙区から6人の当選議員のうちの1人として今国会におります。もともとは弁護士をしておりまして、日本では非常に多い過労死ですね、働きすぎで命を落とすと、こういう方の事件ですとか、あるいは福島第一原発の事故がありましたが、その原発事故による被害者の国や東京電力に対する賠償請求ですね、こうした事件に関わってきました。そうした思いや経験も生かして国政を動かすために力を尽くそうということで今国会におります。日本共産党と北朝鮮の労働党とが直接関係があるということではありません。国と国同士の国交もありませんので、政党間の交流やそこでの協力共同関係というものも今ありません。日本の共産党というのは中国やソ連ともかなり異なるユニークな存在だろうと思います。自主独立を大事にしている政党です。そして今私たちの日本共産党は日本の政治の民主化が必要だとこう考えて取り組んでいます。その中身は日本の政治というのは大企業や大企業を優遇する政治ですね。そしてアメリカに付き従うアメリカ言いなりの政治だと、こういうところを改めて国民が主人公の社会にしていくべきだと、そういう民主的な改革が必要だと考えているのが日本共産党です。で、やがてはですね、資本主義の世の中からその次のステップがあるだろうと、こういう展望もしていますけども、ただ今の時点ではやっぱり日本の政治かなり異常だと。とりわけやっぱ大企業優遇アメリカ言いなり、そしてまた歴史修正主義、こうした異常を抱えている安倍政権をはじめとした自民党政治を、その歪みを正そうと、これが日本共産党の姿勢です。世界的にどれぐらいの水準にあるかというのはですね、例えば女性の男女の社会参画の程度が日本は世界で114位だと大変不名誉な地位にあります。ですからそういう意味で男女の格差ですら社会的な差別ですらこれぐらいあるという意味では民主的な国とはなかなか言い難いような現実があるだろうと思います。しかし日本の憲法ですね、その示している平和主義やあるいは基本的人権民主主義の仕組み、こうしたものは世界のトップクラスに位置するようなこういう憲法を持っている国ではあります。しかしそれが現実にはなっていないというのが現状ではないかと思います。個人的な判断なかなかそれは比べるのが難しい質問だと思います。日本は一応その民主的な選挙が行える国です。しかし例えば投票に行っている人は今この前の参議院選挙では 48.8% しか投票に行っていません。2人に1人が選挙の投票にすら行かないという状況です。こういう中で例えば今の安倍政権自民党が全部の国民から得ている支持というのは2割に満たないんですね。2割にもいかないのに、それがあたかも日本国民全体を代表するかのように国内でも政治をするし、韓国をはじめ対外的にも姿勢を示していると、こういう意味では非常に歪んだ民主主義の国だと思うんです。韓国の皆さんがパク・クネ政権をろうそく革命で倒し、ムン・ジェイン政権を誕生させたと。でムン・ジェイン政権ももちろん完璧ではないのかもしれない。そういう時に応援する人たちもいればこれを批判する人たちもいる。それ街頭に出てですね訴え、またメディアでアピールをし、それをメディアの側もきちんと取り上げる。そういう意味では成熟した民主主義の機能が動き出している国であろうと思います。日本がそれと比べてどうかというのは非常に難しいですけども、日本はまだまだ鍛えられていない
民主主義がの程度があると思っています。まあ難しい質問ですからちょっとお答えがちょっと長いんじゃないですか。はい。それに関してどういう感触です若い世代の中にか。は自民党以外の選択肢がなかなか目に入っていないとい。いうことはあると思います。それがね、韓国との戦い、はい争いの開始から上がったって、そういう記事。それは若い世代に限らず国内全体が安倍政権がこういう、対韓国の政策を取る下で、マスコミを上げて、日本では喧嘩と言ってますけどもそういうムードを作っていると、それによって国内の世論全体が少しそういう方向に動いているようには思います。じゃあ安倍政権はなぜ韓国と戦いを選択したか。2つの理由があると思います。一つは国内政治の行き詰まりです。経済的にやはり暮らしが良くなってないと、アベノミクスが決してうまくいってるわけではない元で、不安が高まる、消費税も上がると、こういう不満を外に向けさせる、そのはけ口としての対外的な、不安感や怒りの醸成ということもがあるんだと思います。もう一つは、そしてこれが根本的だと思いますけども、それは植民地支配や侵略戦争についての反省がない。ですから私たちは歴史修正主義だと呼んでいますけども、過去の過ちに対しての反省、その気持ちがない政治がこうした強い態度に出ているということだと思います。今安倍政権はリニュアリストの政権だと言っても足りえない、そういう政府ですかね。全体が歴史修正主義の一員で成り立っていると言えると思います。最後の質問でちょっと徴用工問題に対してちょっと一言お願いいたします。はい。いわゆる慰安婦、本来制度例と呼ぶべきこの問題や徴用工の問題、いずれも根本は日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配、その下で起こされた非人道的な問題です。でこれについて日本政府が改めて真摯な謝罪、そして反省、そして被害者に向き合うという姿勢を取るということが今切実に求められていると思いますし、それなしに今の日韓関係の好転、良い方向での改善ということはありえないだろうと思っています。私たちは日本の国民としてこの政治は変えるしかないと、これでは北東アジアで平和で友好な関係を築いていく、その意思も能力もない政治だと思っています。はい、ありがとうございました。はい네, 오늘의 영상은 여기까지입니다. 영상 재밌게 보셨나요? 사실 일본 출장의 본래 목적은 카운터스 다큐멘터리 촬영을 위해서였는데요. 다큐멘터리 영상은 번역 작업과 편집에 시간이 걸려서 금주는 야마조의 타쿠 유연 영상으로 대체하였습니다. 다음 주에 본 영상이 다큐 영상이 나갈 예정이니까요. 다음 주 영상을 꼭 기대해주세요. 영상이 좋았으면 좋아요와 구독 버튼 꼭 잊지 말아주시고요. 저는 다음 시간에 다큐 영상으로 돌아오겠습니다. 지금까지 시쿤이었습니다. 감사합니다.